はい、星野さん、今日もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今日のテーマはですね、龍神様とエネルギーっていうテーマなんですけど、2024年現在は辰年で、龍というのは干支の中でも力強いイメージがあったり、龍神様祀られてる神社とかもあったり、開運とかエネルギー的に龍っていうのは僕らの暮らしのいろんなシーンに出てきたりするんですけど、和尚さんの視点で辰年だったり龍っていうのはどういった視点で見られてますか？龍。そうですね。まあ、え私はお坊さんですけども、そういった宗教的にもね、龍神さんっていう、神様がいらっしゃるとか、日本古来から龍をね、やっぱり崇め立て祀ってきた、神々としての扱いを、やっぱり龍っていうのを大切にしてきた。中国なんかやと、皇帝とかね、四本爪の龍とか、そういったやっぱり龍っていうものは世界的に、西洋に行くとドラゴンっていう言い方であったり、形は違いますけども、でもそっくりですよね。同じ共通のものだと思いますし、そういったものっていうのが、やっぱり大事にされてきた理由っていうのは、宗教的に、私がお坊さんだから、じゃあ宗教的にとか宗派的にって捉える、私が思う意見でお話しさせてもらうならば、やっぱりその経験とかね、今までの値から気持ちからお話しさせてもらうなら、龍神さんっていうのは、このように今はね、今この目に見える形ではないじゃないですか。目に見えるものじゃない。でも、先ほどお話したように、西洋でもドラゴンがあって、東洋にも竜があって、まだ西洋東洋が交わってない時代からそれが存在してるっていうことは、これ私もともとこの次元に見えてたものだったんじゃないかなと。うん。なんか自信はないですよ。自信はないですけど、じゃあ、そんな時代からね、壁画にドラゴンが描かれてる。で、日本も古来から竜の参拝できるような神社とか、もう古くからあるっていうことは、なんかもともと存在してたんじゃないか。目に見える形で。で、それがやっぱり神格化されていったっていうことは、今の時代で竜がね、実際に実在している形として目に見えているわけじゃなくて、どっちかっていうとエネルギーっぽくなってるじゃないですか。で、それが神様になったっていうことは、ある一つの悟り、人に何かを教える、享受するために、与えるために神さんになっていったものなんじゃないかなと。じゃあどんな役割をしているのかって言ったら、やはり、人が自分の心を、戒めたり、改めたりするために、えー、まあ、竜って言うとどっちかって怖いイメージありますよね。優しいイメージはないと思うんですよ。ちょっといかついとか、なんか喝入れられるような、そういったイメージあると思うんですけども、だから、今の人々に、常に人々の中には善と悪が存在している。その悪の心を戒めるために、竜っていうのは、強い力を放ってくれているものだと思います。だから辰とは、辰ってね、来年は卯年ですけども、ね、牛、虎、うっていう十二支数えていくと、辰っていうのは、やっぱりこの世に実在しないもの。でも、ネズミとか、牛とかウサギとかっていうのは存在してるじゃないですか。でも、そういったエネルギーの都市。だから、良きも悪きも形になっていく年。だから、エネルギー、心のマイナスが形になってしまったり、じゃあ心のプラスが形になっていくような、そんな年回りだと思うんですよ。で、特にこの辰年に限ってはね、いろんなことが歴史的にも起きている時ですし、世の中が変わっていく時に龍神さんとか、そういった姿がすごく世の中に出てくる。最近はインスタグラムとか、YouTube とか見ても、龍神さんにまつわることが非常に多いような気がしますし、よく投稿なんかでも龍雲って言ってね、雲の形が龍に見えるっていうことで、そういったものを投稿されている方もたくさんいらっしゃいますけど、だから私的にはその龍っていうのは、神格化されたものであり、やはりその龍が現れる時っていうのは、今世の中が大きく変わっていく時代の時、つまり教え、形になって現れる時
なんじゃないかなと。変化変容という時代がやってくる時なんかなと。そういうふうに、その宗教とか仏教を離れてね、私的な考え方で言うなら、そういった竜っていうのは非常に強いお力を持たれている。ただ、その竜神さんっていうのは非常に厳しい、善と悪も持たれている。だから、いい竜、悪い竜っていう、両方面から考えると、どっちも持ってるはずなんですね。だから私たち人間の心に一番近い存在。私たちも陰にもなれば陽にもなる。善にもなれば悪の心もあるわけなんですよ。でそこに竜っていうのが存在するって考えると、竜っていうのは私たちが人と付き合うときに、例えば人とお付き合いするときにお付き合いが深まれば深まるほど、その人とのエネルギーも濃くなっていきますよね。例えば知人から友達、友達から親友、もしくは親友からまた家族になっていくかもしれないわけね。そのお付き合いっていうエネルギーの中で、その人との流れができません。この循環するこの流れ自体が私、竜そのものが生まれてきている時なんかな。だから竜っていう言葉って、流れるって書いて、竜とも読みますよね。ってことは、竜っていうのはこの流れを作っているものそのものなんかなと。だから私たちの形に近い。そしてまた実際に存在してたんじゃないかなと思いますし、その流れをずっと作ってきているのかなと。だから12年に1回この10の年が来るのも、その流れが変化していく時がやってきている時なんかな。だからいろんな流れが生まれてくる時が今年から来年ってそういう時なんじゃないかなと。だからお金の循環も流れですし、人とのお付き合いも流れですし、先ほどの YouTube でも、なんか心を大切にしている人たちが増えてきた気がするっていう、動画も撮りましたけども、そういった中で人と人の付き合いとの流れ、いろんな流れが変わっていく時がもう間近にやってきてるのかなと。その流れがどういくかはやっぱ自分の心の持ち方一つでまた変わることもできるってことですか？変わってくると思います。私たち一人一人がどんな気持ち、どんな心持ちを感じているのか、どうしていきたいのか。だから想像の流れを、エネルギーをだから運んでくれる役割なんじゃないかな。だからこそその竜の年っていうのは、悪い気持ちを形にしないでほしいですよね。もしかしてこうなっちゃうのかもしれないとか、もしかしてこういうふうに悪い方向に向かってしまうんじゃないだろうかとかっていう、これは妄想ですけども、妄想を作り上げてしまう人っていうのは、それこそその竜の流れですよ。竜っていう漢字、流れが悪い流れを作ってしまう。だから恐怖とかね、私たちが感じる恐怖とか、例えば大地震が起きてしまうっつって、先日はすごく大騒ぎして、水もいろんなスーパーからも消えちゃいましたけども、もちろん備えあれば憂いなしなんですけども、やっぱりそういった恐怖を感じれば感じるほど、恐怖が形になってしまうし、でも、いい想像ですよね。想像。作ることを作るって書いて想像って読みますけども、いい想像、心持ちをできている人っていうのは、いい流れを竜が作ってくれるんじゃないかな。だから、もっといい形として世の中変わっていけると思うし。だから今私は思うのは、この一番ね、ちょっと話長くなりましたけど、竜の年、もしくは竜っていうのは、いろんな流れを生んでくれる神様だと思いますんで、皆さんが自分の中にある恐怖とかね、自分の中にある妄想とかね、そういった恐れに振り回されるんではなくて、今度はいいエネルギー、目的や夢、こういったものを大いに描いてもらって、抱いていただいて、それを流れに乗して、いい形、いい世の中を想像していただくのが、この龍神さんのエネルギーそのものなんじゃないかなと私は思っておりますんで、そのように皆さんがプラスの龍の年、辰年を作っていっていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。